こんばんは、レベル5ひのです。さあ、これよりレベル5で制作進行中のタイトルを発表するレベル5ビジョン2026を始めたいと思います。2025年レベル5はファンタジーライフ I と稲妻11英雄たちのビクトリーロードの2タイトルで好調な成績を収めることができました。多くの方に応援していただき本当にありがとうございました。それに続けるように2026年もまた皆さんにワクワクしてもらえるタイトルをお届けできたらと思っております。さて、今回のレベル5ビジョンのタイトルは匠です。AI 時代が到来しようという昨今、我々は新たなクリエイティブの形を見出さなければならないステージとなりました。そこで今一度人の匠とは何かを見つめ直し、作品作りに向き合っていこうとスタッフ一同決意を新たにしております。では早速、現在進行中のタイトルの最新映像を皆様にご覧いただきます。まずはこれです。ようこそこの幻想世界へ。この子はユニクマ。どうやら悪い魔女に囚われているようだ。かわいそうだと思うかね。それとも興味が湧いたかな。君はこれからパズルを解き、この子を導くことになる。レバー一つで全てが動き出す。ほら、この奇妙な塊を見たまえ。小さく柔らかく、どこか愛らしいプチポヨンだ。同じプチポヨンがくっつくと、ほら、形を変え進化していく。この塊は何かな。そう、クリスタル。プチポヨンとは異なるようだ。プチポヨンが進化するたびゲージがたまり、ハンマーが使えるようになる。さらにハンマーでクリスタルンを砕けばスキル発動だ。スキルを使ってどこまで連鎖を広げられるかな。そしてフィーバー中はなんとスコアが3倍だ。君はどれぐらいスコアを稼げるかな。だが油断するな。水が溢れると全ては終わりだ。スコアに応じて不思議な力、ポヨン玉を手に入れることができる。それがこの脱獄の鍵だ。さて、ユニクマは自由を手にすることができるのか。幻想世界でまたお会いしましょう。それまでしばしのお別れを。タイトルは幻想世界のプチポヨン。スマホで展開する新たなゲームの紹介です。妖怪ウォッチプニプニのレベル5と NHN プレイヤーとのタッグでお送りするちょっと変わったパズルゲームです。ゲームと並行してショートムービーやグッズの展開を行います。それはもうもちろんでございます。お取引いただければキックバック必ず約束いたします。万が一バレたりしたらまずいんじゃないのか。
いざとなったらプチポヨンたちに全て責任を負わせればいい話です。心配いりません。必ずキックバックを成功させます。成功させないと責任が。ん？斉藤部長、失礼します。どうした？クロエイクバーク。この野郎！プチポヨンはユニコーンとクマのように幻想世界の生物と現実の生物が融合した不思議な生き物です。この世界ではプチポヨン同士を融合すればどんな願いも叶うと言われています。そのため欲望に駆られた登場人物たちがプチポヨンを捕らえて合成しようとするのです。プチポヨンたちの運命はいかに。混沌リリースを目指して開発中となっております。お楽しみに。すでにサービス中のスマホゲーム妖怪ウォッチプニプニにも大きなお知らせがあります。なんと妖怪ウォッチシリーズの続編にあたる最新企画をプニプニ上で展開します。その名も名探偵猫又之助です。この企画は実は私が妖怪ウォッチシリーズの新展開として企画していたものをプニプニのために再構成しました。それではご覧ください。主人公夏目漱石のそばで金魚鉢に落ちて死んでしまった猫が妖怪となり、漱石と共に日本の明治時代後期の町に起きる様々な怪事件を解決していくという一風変わったストーリーです。今回はプニプニ上で大型のストーリーが展開するという新しい方式です。妖怪ウォッチプニプニの新展開、名探偵猫又之助シリーズ、ご期待ください。
ファンタジーライフ I ぐるぐるの竜と時を盗む少女のスマホバージョンがリリースされることになりました。ユーザーインターフェースもスマホでのタッチ操作になりますが、これが結構快適にプレイできてしまいます。もちろんゲームパッドをつないでゲーム機と同じように遊ぶこともできます。そしてなんと家庭用ゲーム機版のデータを引き継げるクロスプレイに対応しております。ゲーム機版で遊んでいたがプレイする時間がなくなってお気になってしまっている方におすすめです。スマホ版を購入すればクロスセーブ連携でセーブデータを共有し、ゲーム機と並行して遊ぶことができるので、もう一度やってみてはいかがでしょうか。なお、このゲームは基本無料ではなく、定価買い切り型のゲームとなりますのでご注意ください。そして、ゲーム機版でアップデートされた DLC の内容も全て同梱されております。2026年、早い段階にリリースできるように最終調整をしておりますので、もう少しだけお待ちください。2025年のファンタジーライフ I に続いて我々が過去に力を入れたスナックワールドトレジャラーズのリメイクを制作中です。ただしゲーム性と操作感を大幅に見直してストーリー面を充実させた新作とも言えるようなリメイク作品として生まれ変わります。では開発中映像をご覧ください。いかがでしたか？グラフィックが大幅に美しくなりました。まるでジオラマの中で冒険しているような世界の存在感で、没入感抜群で遊ぶことができます。また、オリジナルの過去作では操作できなかったアニメの主人公チャップを操作してストーリーを進めるモードも実装予定です。発売日はまだ未定となりますが、快調に制作進行中ですのでお楽しみに。そしてここからはすでに発表しているタイトルについて進捗をひとまとめにした映像をご覧いただきます。どうぞ。
稲妻 11RE、デカポリス、ホーリーホラーマンション、これらの3タイトルは現在開発進行中で、詳細の内容の発表は次の機会にて行う予定です。期待して待っていてください。さあ、そして稲妻11のスマホによる新展開、稲妻11クロスについて発表させていただきます。まずは映像をご覧ください。稲妻11新作スマホで登場。新たな主人公が繰り広げるオリジナルストーリー。気軽に楽しめるオート操作と直感的なコマンド選択で、いつでもどこでも大迫力の試合があなたの手の中に。隙間時間でサクサク育成。お気に入りの選手を強化して君だけの最強11を編成しよう。君と新たな稲妻11の物語がクロスする。稲妻11クロス、事前登録受付中。本作は気楽に遊べるスマホゲームとして、複雑な操作を必要とせず、いつでもどこでもプレイが可能です。わずかな空き時間でも稲妻の世界にログインして、学校で、職場で、電車の中で隙間時間で自由にプレイしてください。本タイトルはレベル5とエイミングさんによる共同プロジェクトとして開発しています。両者の得意分野を生かし、最高のスマホゲームとして完成させるべく開発進行中です。先行して行ったクローズドベータテストで好評をいただきましたが、さらに良くするためのご意見を踏まえて最終調整をかけているところです。では内容を紹介します。物語は新主人公塩沢陽のオリジナルストーリーとなります。彼はビクトリーロードの笹波運命と同じ監督としてチームに指示を出します。ですが運命とはかなり変わった性格のキャラとなっています。突然消えた弟の謎を追って稲妻ジャパンに合流する主人公。そこでは稲妻らしい興奮の展開が待っています。プレイヤー独自のオリジナルチームを作りながら謎多きストーリー展開を楽しんでください。ゲームの内容は直接選手たちを動かすのではなく、戦略を立てて見守るというタイプのライトな戦略ゲームとなります。放置して進行が可能な部分もあり、気軽に楽しんでいただけると思います。好みの選手を集め最強のチームを作ってください。ただし選手たちはゲームの進行及び期間イベントのタイミングごとに徐々に解放されていくことになりますので、じっくりと腰を据えてプレイしていただきたいと思います。本タイトルはサッカーが盛り上がっているであろう2026年6月中にリリースを予定しております。そしてなんと本日すでに事前登録が開始されています。現在事前登録期間中で3つのキャンペーンを実施中です。話題になっていた帝国ユニフォームを着たゴーエンチは一体どんな技を使うのでしょうか。ぜひ皆さんふるってご参加ください。ではサッカーが熱い6月、みんなでキックオフしましょう。次に稲妻11英雄たちのビクトリーロードについてです。ダウンロード販売のみを行ってきた本作ですが、この度スイッチ2だけとなりますが、パッケージ版の販売が決定しました。絆ビッグウェーブ DLC までの全ての更新を含んだ内容です。発売は2026年6月11日木曜日となります。新規のオリジナルイラストがパッケージとなっており、まだ買っていない方、スイッチ2版を持っていないという方は、他のゲーム機で遊んでいる続きでプレイできるというクロスセーブ機能にも対応しておりますので、ぜひこの機会にご購入ください。ビクトリーロードは公式オンライン大会なども控えていて、
まだまだ盛り上がっていきますので注目です。さて、今日のプレゼンテーションも最後になりました。最後はレイトン教授と蒸気の新世界の続報です。現在ゲームシステムもほぼ完成し、演出のブラッシュアップなど進行しています。日本語版のすべての出演者の収録も終わり、ここから海外版のローカライズに入っていきます。いよいよ完成に近づいたレイトン教授と蒸気の新世界の最新映像をご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。ここが先生と僕の新たな冒険の舞台。お久しぶりです、先生。街で噂されているガンマンの亡霊。亡霊？君ともあろう者がそんな話を信じるのかい？私がルークに誘拐された姉エリーダの行方を探して助け出すことを依頼しました。誰が邪魔をしようとこの町の発展は止められんよ。このチャンスを生かしてアメリカ一の都市になるんだよ、このスチームバイソンがね。キングガンマン城を探すことには協力できるかもしれません。ハゲタカなどでは断じてないし、そもそもハゲてもいない。この私が役立たずでどうしようもない無能保安官だと。レイトン、今日は特別にお前を倒したいというゲストに来てもらった。この町にどんな秘密があるのか、そしてその黒幕が誰なのか。やり合うのは得策じゃない。逃げるとしよう。これが真実だ。ルーク、君はもう私の弟子ではないよ。この町の困りごとを解決する一人前の名探偵ルーク・トライトンだろう。さあ謎解きと行こう。ここは僕に任せてください。行くぞ。私がやるって言ったの。レイトン先生はやはり紅茶派？初対面の方からファーストネームで呼ばれると少し照れますね。この町の未来にはあなたが必要なの。この町にはもう時間がない。発明はな、人の生活を豊かにする。だがな、本当の発明は過去最大の問題収録数で遊び応え満点の内容となっております。ストーリーもシリーズ3作目最後の時間旅行から1年後のお話です。アメリカに行ったルークを追って新しい舞台で難事件に挑むエルシャール・レイトン。その物語をクイズノックさんによる魅力的な謎解きが彩ります。その一つ一つが触れる謎解きとして楽しめます。そして大泉洋さんをはじめとした豪華な出演者、さらに作曲久石譲さんと作詞そして歌を
生田リラさんという異色の組み合わせによるテーマ曲制作発表。ここもまた大きな見どころとなります。これに関してはこの発表時点ではまだ制作中となっていまして、曲自体の発表は次回続報にて行います。どんな曲が出来上がるのか私自身も楽しみです。ですが今日はもう一つ映像をご覧ください。久しぶりにまたレイトンをゲームで作ろうと思うんですっていうこの日野社長から連絡いただいた時はだからすごい嬉しかったですね。最初は驚きの方がやっぱ大きかったですね。レイトン教授はすごく人気シリーズっていうことを知ってたので素直に嬉しかったです。ゲームっていうのはその世代その世代青春の1ページというかすごくこう記憶に残ると思うので、どんな役なんだろうってめちゃくちゃワクワクしました。僕が演じたキャラクターは天才発明家で責任感が強くて優しいキャラクター、本当になんか街の人たちに好かれているキャラクターだなっていう印象。この2人は双子でして、この町一番のスチームバイソンというこの発明の町の超大富豪のお嬢様っていう役柄で、姉のエリーダは、長女らしいと言いますか、すごくこう責任感があって強いキャラクター、まっすぐな人、大地主でして、そこで非常にこう権力もありつつ町の議会の補佐みたいな形で政治にもすごく積極的に参加している。見た目はめちゃくちゃギャルなんですけど、頼れる存在でみんなの解けなかった謎とか解き忘れた謎を管理してくれる謎管理人というキャラです。なんかああいう体だったらどういう声出るだろうとか、なんかそういう想像力を膨らましながらなんか声を誇張したりとかできるので、それはそれでそうなんか楽しい作業ではありましたね。そういう演技のお仕事はこう日常の普段の会話を求められることが多いんですけど、声優さんのお仕事だと結構オーバーに結構演技をしてもしっくりくるっていうのが、こんなにオーバーにやってもいいんだっていうのがすごい毎回新鮮で、なんかその感情に素直な子なので、なんかそこはしっかりと出せるようにと意識しながらはしましたし、男の子なので私はまた性別がちょっと違うので、その男の子っぽさみたいなところは意識して演じました。やっぱりその、声の演じ分けもそうですし、キャラクターの違いっていうのをちゃんと出したいなと思ってたので、そこはたっぷり練習をしました。エッグマフィンっていうキャラクターを自分が本番の中で声を出していくと徐々に心が近づいていくというか、なんかそういう瞬間がやりやすくなっていった瞬間なのかなと思いますね。だからもう本当にゲームっていう感覚じゃもうないというか、豪華なアニメ映画の声を入れてるっていう感覚ですよね。妹のエリノアが自分で作ったロボットをレイトン教授に見せるシーンがすごく可愛くて好きなんですけど、自分で何かを作れるっていうのは本当に今回レイトン教授の本編の中でも自分で発明をする人たちがたくさん出てくるんですけど、すごいいいなって思うし、ワクワクするし、多分プレイしてても魅力的なキャラクターだなって皆さん思われると思います。エリーダとエリノアのその2人の娘に対するなんか純粋なこう心配する気持ちとかこう思うその愛みたいなものはすごくシンプルに理解もできますし、そこは揺らいでないので、なんかこう子を見守る親のやきもきした気持ちみたいなのも含め、アリンストンさんがね、この冒険にどう関わっていくのかと、楽しみにしてもらえたらなと思います。頼もしい瞬間があったりだとか、よりレイトン先生もルークを頼ってくれる瞬間もあったりするので、なんかそこは今回の見どころの一つな気がしてます。
お別れしちゃって最後なのかなと思ったところにまたこう1年後「先生僕は今ここでこう頑張ってますけどここでなんか僕の手に負えない事件が起きたんです助けてください」みたいなことでこう教授がやってくるんですけど、私的にはとても胸熱な展開でしたね。天才発明家なので、その発明したものだったりとかがレイトン教授たちにどんな影響を与えたりとか、どんな助けになっていくのかっていうのは注目ポイントなのかなと思っていて、お話が進むにつれてエッグマフィンが作ったものがポイントになっていくので、それは楽しみにしていてほしいなと思います。謎管理しないといけないですからどのギャルで行こうと迷ってたんですけど、実際収録したらディレクションでもっと明るくって言われて、もっともっとって言われて、最終的に自分が思ってたよりも4段階ぐらい明るく最後演じたんですけど、それがすごい衝撃的でした。進んだ世界の話でして、レイトン教授らしい最後にはなかなか大きな物語がこう動くんで、なんか台本読んだ時にはおーって感じしましたよ。やっぱりなるほどみたいな、常になんかやっぱスケールがねでかいんですよね、レイトン教授ってね。現代と今のリアルの世界とはちょっと別の進化を遂げた蒸気機関の発展みたいなのがちょっと SF チックなのも面白いし、メカっていうんですかね、機械とかの道具とかも見たことないような世界観の道具とか機械が使われてて、本当にこういう世界があるのかなって思うぐらいめちゃくちゃファンタジーで面白かったです。なんかちょっと考えさせられちゃって、私はなるほどなって、物を作ることとか、なんかそういう街の人ならではの感情っていうのがすごくこうみずみずしく描かれていて、なんか映画とかドラマとかアニメが好きな一人としても、なんか物語もすごく上質で謎解きも楽しくてっていうところで二度おいしいなっていうふうに思いました。今回はなんか未来でありつつ、なんかすごい絶妙ななんかミックス感というかがあるなっていう印象で、発展をすごい勢いでしていった街の話なので、これまでとはまた全然違う舞台になっているのかなっていう印象です。レイトン教授とちょっと成長したルークの掛け合いとかも改めて好きだなと思いましたし、なんかまた面白いキャラクターがたくさん出てくるので、私自身もそのストーリーはすでに分かってますけど、出来上がりがとても楽しみだなっていう印象を持ちました。今回の謎解きがその全シリーズの中でもかなり多いとのことなので、めちゃくちゃ楽しみですね。無限に時間が使えそうというかね、レイトンシリーズがやっぱ好きな方たちは皆さん謎解きが好きだと思うので楽しみですね。僕も含めて皆さんと一緒に楽しみにしたいですね。今までと壮大なストーリーが別でまた進んでいくっていうのがすごい楽しいですね。ちっちゃい謎も楽しめるんですけど、ストーリーも続いていくっていうのがダブルで楽しめるのがすごいいいです。子供と大人がね、大人が得意な謎もあるだろうし、どっちかというと子供が得意な謎もあるだろうしね、いいなあれね、実に親子でやってもいい時間だなあれな。なんだろうな、なんかゲームの読後感がいいんですよね。すっごくこう有意義な時間っていう感覚っていうんですかね、なんかすごい楽しかったとかも思いますし、頭がすっきりするというか、なんかそれは謎解きゲームならではの魅力かなっていうふうに思いました。思ってたよりも謎解きがすごく難しいと言いますか、かなり頭を使うので、本当に頭を働かせながらやるのがすごく楽しいなっていうのと、あと何より私は絵がすごく好きで、すごい可愛らしくて、その世界観もそうだし、出てくるキャラクターそれぞれの絵がすごく可愛らしくてとても好きです。ストーリー仕立てでこうやって面白くなんか脳トレみたいなことができるんだっていうのが印象があって、こうゲーム内で動かせるっていうのがすごくこう分かりやすくて、これはハマるだろうなっていう。僕自身もレイトンシリーズがすごく大好きで、一ファンとして今回参加させていただいたんですけれども、楽しみにしている皆さんがと同じぐらい僕も楽しみにしていて、一緒に謎解きをしてこの世界に没入していきたいと思います。新たになんか3D になったり、なんかもう本当に綺麗になったり、
いろいろ遊びどころとか見どころとかが満載ですので、僕も頑張ってキャラクターの声を演じさせていただきましたので、そのアリーストンさんの振る舞いなどにも注目していただければ幸いです。どうか楽しんでください。皆さん、私演じるナゾーラが皆さんのサポートをしてくれると思います。ぜひお楽しみにしてくださいね。私は一人二役を演じているんですが、実は物語の中である別のキャラクターも演じています。これもかなり謎解きのヒントとなると思いますので、ぜひ見つけていただきたいなと思っています。皆さん、新しいレイトン教授お楽しみに。謎を解明していきますが、今回も楽しいキャラクターがたくさん出てきたり、2人の掛け合いもとても面白いものになっていると思うので、ぜひ、ストーリーと謎解きとともに楽しんでいただけたら嬉しいです。最後の時間旅行のその続きっていうことですからね、年取りすぎてちゃいけないんで、全て皆さんも教えて、もう何の心配もございません。もう本当に安心して新世界を楽しんでいただければと思っております。久しぶりのレイトン教授、どうぞお楽しみになさっていてください。それではレイトン役の大泉洋でした。ありがとうございました。出演者の皆さんには本当に素晴らしい演技で物語を大いに盛り上げていただきました。レイトン教授と蒸気の新世界は2026年末全世界同時発売を目指して開発中です。まだ正確な発売日を確定できていませんが、順調に開発中であることをご報告しておきます。お楽しみに。これで全てのプレゼンテーションが終わりました。いかがだったでしょうか。去年の2タイトルのヒットに続いて、ここからのタイトルも全力開発、そして大ヒットを目指しております。2026年以降も皆さんが夢中になって時間を忘れるような5つ星の作品をお届けしたいと思います。ではこれからもレベル5作品にご期待ください。本日は最後までご覧いただきありがとうございました。